足らずです。今日はね、この間の続き、ナビの続きだね。ナビを丁寧に取り付けるっていう動画の続き、2日目になります。今日はね、リアカメラとバックカメラをつけていこうと思います。早速ね、作業入ってるんですけど、まずはバックカメラだね。バックカメラはナンバーにつけれるやつっていうのをね、買いました。加工するのがね、めんどくさかったんで、これいいじゃんと思って。ってことでね、パネル外していきます。で、ナンバーのところ、ボルトだね、それにつけるタイプ、これね、これにしました。なので、ナンバーのところのボルトを見せるためにパネル外すんですけど、このカメラなかなか厄介です。これすんなりボルトのところにつくと思うじゃん。これすんなりつきません。っていうかまずね、コネクタが入らない。なかなか厄介。コネクタ入らんし、しかもこれちょっとでかいんですよ。なのでね、ナンバーフレームに当たります。すげえ厄介これ。なんで頭に来たんでね。なんてだろう、ナットのとこ、取り付けのとこ、穴広げました。無理やり。ほんでカメラのボルトでつけてるって感じかな。そうそう。コネクタがギチギチで入らんの。これマジで厄介です。見た目はね、すごくスマートになるんですけど、マジ厄介。しかもね、取り付けて思ったんですけど、夜ね、ナンバー灯の光が一桁照らされてない影になってさ、なんかちょっと微妙かなこれ。つける人、ちょっと悩んだ方がいいかもしれないこれ。スマートだから選んだんですけどね、なかなかに厄介です。ってことでね、無理やりつけた感じになります。あとはね、配線していくだけなんですけどね。アクセサリーを中から引っ張って、それをね、ビニテぎっちり巻いて、で、一つの線にして通してあげます。でね、リアシートを外せばトランクにアクセスできるんで、リアシートをネジ類でボルト類でね、外しておきましょう。でね、ずっと放置してたタワーバー。買ったんですけど、何ヶ月か前にトムスのタワーバーラッキーと思って買ったんですけど、ずっとねつけずに放置しておきました。ついでにつけます。トランクのインナーパネル全部外しちゃうんでね、ついでにつけようと思って、なのでね、ストラットのとこ付け根つけたら、あとはこう切り込んであげて、で棒だね、バーをつけるっていう感じです。フロントよりちょっとめんどくさいね。めんどくさいって言ってもストラットにつけてこのバーをつけてあげるだけなんで、そこまで難しくはないですけど、加工がめんどいです。このリアじゃないや、トランクのパネル内の加工がね、ちょっとめんどくさい。すげえね、脇腹とかつります。ちょっと狭いからね。効果のほどは分かりません。はっきり言って。分かんないよね。これ、ガンガン走る人じゃないと分かんないと思う。俺ははっきり言って、効果のほどはさっぱり分かりませんでした。いっか。トムスだってだけでね、ちょっといいかなと思って、ドレスアップでもね、俺にしてみりゃ、走る人はね、多分ね、ボディゴース上がっていいんでしょうけど。でね、つけたのでね、バックカメラの配線に戻ります。でACC のね、電源中から引き込んであるので、それとカメラの RCA の配線ですね。それを一緒にしちゃいます。RC とあとはグランドか、アースの線ですね。を一緒にして一つの線に束ねちゃいます。で既存の配線があるので、それにビニテでこうね、合わせるようにして、ここもね、丁寧にやりました。丁寧っていうのはね、今回のモットーなんで、テーマなんでね、
とりあえず丁寧にやってます。丁寧って、時間かけてるだけなんですけどね。トランク入るとすげえ狭いですわ。トランク詰められる人の気持ち、ちょっと分かりました。で、リアのドラレコのカメラですね。リアのドラレコだって、ドラレコのリアカメラの配線も一応やっておきます、ここでね。でね、ここにマルチの電源取ってるとこがあるんですよね。シガライターを取ってるとこがあるんだよね。で、そこにつけようと思ってね、カメラをね、つけたでしょ。そしたら見て。お気に入りのサンシェードぶっ壊しました。いや、動かなくなったなと思って、ちょっと抜直で直そうと思ったんですよ。そしたら外したらね、もう劣化でボロボロ。もう触っただけでバリバリってなって、超ショック。もう古いと何でも壊れてすげえ嫌だよ。気取り直してね、やりましょう。そうそう、あそこにね、リアカメラが来るんで、それでサンシェードをね、もう下に下げようと思ったら下がらなくて、あれと思って、抜直して直そうと思って外したら、すごいボロボロ。やっぱ古いんだね、車。もう何年前だ、アーリストって。こういうところでね、なおさら古さを感じます。仕方ないね。気取り直して。でね、配線はピラの中も通します。これはリアカメラ、ドラレコに接続するやつなんで、天井をね、はわしてます。で、電源は先ほどのシガライターソケットから通ってますんで、そこにつなげます。そう。バックカメラと同じ配線のところ、そこから通してます。そこにね、既存の配線、車の配線だね、車両の配線があるので、そこにはわせるようにして、そうすると、ボディに当たるところとかがないので、それで綺麗に配線をはわしてあげて、で、あとは戻してあげるだけですね。ここもね、とりあえず丁寧に、そしてサンシェード壊しました。もったいねえな。でね、ドラレコのリアカメラ。まずね、操作がわかんない。これどうなってんのと思って。もうさっぱりわかりませんでした。繋がってるんだろうね。ガイド線が出てるから。そしたら全然違う方向向いてて、もうあれと思って、カメラを一回外して、せっかくね、くっつけてたのに、ベリって取って、またいじって、これいいじゃんって思ったんだけど、粘着弱くて落ちるっていうね。一回剥がしちゃうとダメだよね。でね、もうね、ちょっとね、サンシェードと、もうこのね、両面テープダメじゃんと思ってがっかりきてね、投げ出しました。でね、これドラレコで遊んでみます。これすごいね、こんなことできんだよ。ナビでしょ？これなんだこれ。よくわかんない。Bluetooth。すごいね。今のって。どうなってんだろう。これミラーだからね。これいつ使うんだろうこれ。使うときあんのこれ。時代なんでしょうね。時代は進化してます。絶対使えねえなこれ。使い切れない。Wi-Fi とかもつなげるんだね今のやつ。絶対使えねえなこれ。ってことでね、バック信号をここから取りました。いきなり変わったけど。ちょっとわかんねえんだもん。バック信号はね、このコネクタ3つ並んでてね、コネクタの3つのうちの右上だっけながバック信号の配線になります。なのでね、ナビのバック信号はね、ここから取ります。ってことでね、今日の作業これまでです。今回は2日目、ナビの配線を丁寧にやろうっていうテーマで始めた2日目、カメラの配線でした。カメラナンバーがこうね、ナンバーにこう同色の、カメレオンナンバーってやつだね。カメナンバーじゃねえや。カメレオンタイプのカメラってやつつけたんですけど、あれコネクターがね、なかなか通りません。あれに苦労しましたね。
であとはまあカメラの配線合わせるだけなんで、その辺まとめて綺麗に丁寧にやったってだけなんですけどね。あとはお気に入りのサンシェードをぶっ壊したってことかな。いやーすげえショック。サンシェード超ショックだな。あれってあんのかな、汎用とかでもあるのかな。またね、なんか動画のネタが増えそうです。ってことでね、今日の作業2日目ここまでになります。次はね、いよいよあれだ、間違って注文したビートソニック、あれがね届いたんでね、あれを配線してあげてのもう終盤かな。ナビ丁寧にやったら配線のこんもりはなくなるのか、ちょっと期待しててください。どうなるか。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。